Hey folks, and welcome back to the channel. Today I'm going to be taking a look at Band-Maid visiting Kanai Devil once again. I took a look at their 2019 appearance, which showed up over 5 different programs in the same week, roughly 10 minutes apiece. They did the same thing in 2020. It looks like they also did the same thing in earlier years, so I may circle back around later to get some of those earlier ones, but for today, I thought I would start with at least parts 1 and 2 of 2020. I've already looked at part 5 due to a snafu, but we'll see if maybe I'll do it again some point in the future because it might be confusing. But for today, we're going to start with parts 1 and 2. So if you're not already subscribed to the channel, just know I'm always looking at non-music content that features bands that are touring today. So if that interests you, please subscribe so you won't miss anything. All right, let's go ahead and check this out. はい、というわけでございまして館内デビルに何とも来てくれる方いらっしゃるじゃないですか。はいはいはい。もう多分ね今回もう4回目ぐらいになると思うんですけども、リピーターだね。But they're not there yet. There they are. 久しぶりです。テンションがすごいな。お邪魔しますじゃねえ。どうぞ。逆だった。どうぞ。Interesting. なんか1年ぶり？そんなに経ちました。1年ぶりなんで。Pretty much exactly 1 year. もうだってポーあれですもんね。初期のね館内デビルで多分一番印象に残ってるゲストの一人だと思う。よかった。いまだに俺ポーの人面白かったですよねっていう。 The girl of Poe. なるほど。ポーの人も覚えやすいですよね。そう短いから。そうですもんね。はい、バンドメイドの皆さん、館内リビでようこそ。メイド服をまとい、世界征服を目標に掲げる女性5人組ロックバンド。2013年に秋葉原のメイド喫茶で働いていたポーの人ことコバトミクさんを中心に結成されました。 So she was there in 2013? 入魂のニューアルバム「カンカラー」が Because that's pretty close to when the band started, right? 必殺技をちょっとI thought it was earlier than that. I don't know. それとなんかほら人物像が見えてくるんじゃないかなっていうことで。では読ませていただきます。コバトさん。必殺技はおまじないとナビコバトポ。Flappy pigeon. おまじないタイムっていうのを That's her guitar, 必 actually. 殺技として持っていて、お給仕ライブのことをお給仕って言ってるんですけど、それの MC 中にコバトタイムっていうのを今やってまして、そこでおまじないタイムとしてご主人様お嬢様ファンの方ご主人様お嬢様って言ってるんですけど、その方たちに一緒に魔法をかけるっていうのをやってます。今ここでやってもらうっていうことは可能なんですか？大丈夫です。ただご協力が必要になりますけど、どうすればいいですか？ちなみにメンバーはやりませんぽ。わかりました。はい。メンバーは自由時間になりますぽ。わかりました。はい。これは我々はお客さんのそうですぽ。手でいいですよね。はい、そうですぽ。コバトが萌え萌えって言ったら萌え萌え、キュンキュンって言ったらキュンキュンというように繰り返してください。お願いします。It's an homage. 萌え萌え。キュンキュン。キュンキュン。館内デビル。館内デビル。館内デビル。クレポー。クレポー。クレポー。これが魔法タイム。なるほど。わかりました。 She has cast her spell. この記憶一生忘れないと思いますよ。わかりました。いいきなりなんか顔真っ赤になってますけど。ちょっとねなかなかこの近距離でやるとちょっと恥ずかしい。ここでもそういうことあるんだ。ちょっと恥ずかしい。すごいな。続いて、続いて佐伯さん。ツンデレ。はい。佐伯さんもツンデレ神みたいな感じですもんね。神。これ笑った顔とアイスクイーン笑ってない顔のギャップがすごいですもんね。そうですか。 True. あと思うんですけど廊下歩いてる時とか怖いですもんだって。怖い。佐伯さん怖いですもんなんか廊下歩いてるこんなんですよ。それですげえマジな顔してカモの楽屋に間違えて入ろうとして違うみたいな。なんだって呪いの人形ですか。なんか普通そういう時って間違えたとかごめんとか言うじゃないですか。何にも言わないけど。旗から見たら本当物取りかなんかですあれ。Well, they're really busting on her. 間違えてね。ドアノブを持って違うとか普通リアクションするじゃんその時。やべえ違ったとかね。
これはメンバーに言われました。普段は結構厳しいことをこう言われることが多いので、はい頑張りますってなるんですけど、で結構プライベートとかで遊んだりとか、あとはお酒飲んだ時とかにこう「さいちゃん先に帰るね」とか言うと「あ気をつけて帰るんだよ」とかやってくれるといいな。すごいギャップすごいってなってキュンキュンしましゅ。何？はい、続いてかなみさん、覚醒ですね。お、必殺技。 Up. 必殺技が？で自分で言うのすごくお恥ずかしいんですが、これもメンバーから必殺技何かしらって聞いて、覚醒じゃないと言われたんですけど、ライブお給仕の時にギターを持ってこうお給仕に臨むと、なんだかこう人格が変わるというか、少しオラオラ系になるみたいで、急に変わって、すごいこうやってきました。マジで？この So it's ギター持って really やってきますか。急に bringing out the aggression ちょっと話したりとかする時とかもあって、 and not the kind of arousal I might have thought of もう first. すごいびっくりしちゃうみたいなそんな身時があります。内もびっくりするぐらいなんだ。でも打ち合わせとか全くなしで、いつ出てくるかそうなんですか。わからない。 I don't know. Maybe there's a dual meaning there. 状態みたいな感じっぽくて、私何やってたっていうのがあって、今日はねシンバルをかかと落とししてたみたいな。かかと落としですか？みたいな。してなくないしてたよって言って。シンバルキックしたり、バスドラムの上に乗ったり。 Is that a fact? 今時シンバルキックスのだったらキッカー。おじいさんもお嬢様にも言われてましたと。なかなか見ないですよね。 Wow, 今幻のあれ必殺技と言われてるの。まあオラオラでもなんかそういうオラオラしてるのとこういうもののまたギャップがね、ツンデレじゃないですけどやっぱギャップ。 So I'm going to have to start paying better attention whenever Konami is, I don't know, perhaps soloing or other things. If she's getting near the drum kit, I need to see what goes down, if she commits assault on the drum kit or not. I am wondering, I'm hoping that these captions are good, but I'm kind of wondering if anybody wants to give their opinion on that, please let me know. ぶって素晴らしいです。ありがとうございました。面接じゃないんですよ。本当に。じゃあ次の方みたいなね。はいはい、そしてじゃあ続いてミサさん、Misa's turn. 飲酒奏法。 Ah, yes. 大好きなんですよね。 She is known for that, isn't she? Yeah. ライブ前 Jim Beam, right? ビールであらウイスキーを飲んで。最近はビールがすごいお気に入りで、ベロベロにまでなってしまうと、それはね、勢いがすごいポーっていう時はありましたけど、でも逆に飲まないと飲まないで、ちょっといつものミサの良さがないというなるか、ほ飲んだからこそいいミサのベースが。 That sounds like a concession. I don't know. やっぱ飲んだ方がいいということですね。ですかね。なんか当たり前になりそう。 That's good. She has シラフじゃ引き matured. ざけんじゃねえ、酒持ってこいよ。そんなオラオラ。そうなんですか。あかねさん、残飯処理。お、食べるんですね。はい、 Akani's turn. 残したものを全部食べます。はあ、偉い。ありがとう。いやこちらこそありがとう食べさせてくれて。ペットじゃないですからね。まあまあ皆さんそういうこうなんか必殺技というか、だいぶあれでしょ。とてもなんかちょっと親近感というか湧いてきたです。この必殺技聞いて。僕もともと個人的に知ってたので、ありがとうございます。もっと怖い方とちらっと見てました。怖い怖いというかなんか佐伯さんとか普段本当に怖いんで。普段知らないで。いやさっき歩いてたからさ。歩いてただけで。いや誰も一番普段じゃないですか。やべえと思って殺されると思って。なるべく音立てないようにしようと思って。小動物みたいな。ったら急に黙ってた。 You scared him. Okay, that's obviously that was part one. Yeah, entertaining. I have some questions, especially about Konami, but I guess we'll just have to see about that. That's funny. We just looked at a song on the other channel. I think it was Don't Let Me Down. And everybody's saying to us, hey, you know, you missed all the double entendres in there and maybe the straight up dirty stuff that was in that song.
And it was in English. How could you miss that? And we're like, well, it's not necessarily easy to hear. Both of us are older. Our ears aren't so good anymore. But okay. Yeah, I've gone over the words. And yeah, okay. We should have paid better attention, I guess. That's all right. It's cool. I'm glad they're able to express themselves with that song. Very, yeah, that's a good thing. You shouldn't hold that kind of stuff in, folks. You really got to just go for it when you feel like you really have to. Yeah, so long as you're not hurting anybody, it's all good. All right. Well, with that very awkward pause, let's go into part 2 here from January of 2020. はい、そのわけで本日もバンドメイドの皆さん来てもらってます。よろしくお願いします。というわけでね、皆さんはね、もう4回目の登場ということで、ある意味こう館内デビルのゲストといえばバンドメイドじゃねえみたいな。そんな言ってもらってるんですか。この女は一体何ですか。いや本当になんかね、特にやっぱ最初のポが最初に来てくれた時のインパクトが強くて。だってちょっと弾いてましたっぽ最初。いや弾いてないですよ。だっていきなりポコ言われたらさ。でも弾くよ。あ、そっか仕方ないの。あ、そっか。じゃあおまとのせいだっぽ。あ、そっか。じゃあ仕方ないっぽ。はい、バンドメイドの皆さん、本日も館内デビューへようこそ。2013年に秋葉原のメイド喫茶で働いていた。 So did she really work there in 2013? I have my doubts about that. されました。そんなバンドメイド、入魂のニューアルバム「カンカラー」が絶賛 That's right. By now, Conqueror is out. Hadn't come out yet the last time we checked 本日は in. ですね、アンケートなんですけど、昨日必殺技をちょっと伺ったじゃないですか。それぞれ皆さんだってすごいですよね。必殺技がね、もうそれぞれね、吉川晃司さんになったりするわけですよね。まさかのね、でシャーンってですもんね。Be my baby, be my baby。綺麗にかかと落としでシンバルになってましたっぽ。すごいな。そんなすごい数々の必殺技をもちろん皆さんですが、本日はなんと弱点を。弱点逆だっぽ。あかねさん、揚げ物胃もたれを起こすの。いいんですけど。 I have the same result. テレビなんだから一応。でもあれなんですよね。残飯処理ということは普段例えばお弁当とかああいうのバッと。一応揚げ物をでも揚げ物は残ってないんですよ。みんな食べる。ああ、そっか好きだから。ご飯とかなるほど。なんかいろいろついてるものたちを回ってきます。なるほどね。そしてミサさん、楽器なしで人前に立つこと、大勢の人の前で話すこと。These are things they don't like. はい、今 Like right this moment. Yeah. なるほど。これもね、さすがにこれ入ってないですもんね今ね。入ってないです。うわー、じゃあもう今もう裸みたいな感じですね。Ask somebody else. ないみたいな。手汗もかいてる。うわー、でもなんかこういうのいいな。Yeah, mission accomplished. Move on. Move on. されてる女子ってよくない？じりじりしてる。ちょっと興奮してません？ See what I'm saying here? That word aroused keeps coming up. And they kind of begged off it meaning what you might think it would mean. Last time. I don't know about this time. それはセクハラですか？嫌な時代になったもんですよね。 It's not polite to stare. ちなみにあれですか、もう全くもってじゃあ例えばお酒とかが入ったりするとだいぶリラックス。今よりは。はい。あんまり話すのが得意ではないんですか？場所による。いっぱいいると声もあまり通る人じゃないので遠慮しちゃうんで。今もね頑張って張って喋ってる。これで？これは張ってません。まだ張ってなかった？もうちょっと大きい声で喋ってもらって大丈夫ですか？ Yell. That means no. 見てないよ。かなみさんですね。最近の言葉合ってますこれ。ボーカル最近のはい。あ、そっか。
はい、さいちゃんの言葉で私の Side 人生 effect. は左右されます。おお、すごい。ものすごい依存してますよね。今ね As the songwriters, perhaps. 最初人見知りだったのではい、あんまりメンバーにもすごく気を使ってあんまり喋らなかったんですが、はい年々一緒にいるうちにはいすごく芯が強くて、はい人のことをすごく見ていて優しくて、それからすごく綺麗なところが多くて、それから料理も上手で、そして Well then. Well then. All right. 濃いですぽ。すごいな、なるほど、そういうのもあったりして。はいなんかじゃあ逆に言うともうすべて好きってことですね。はい、そうです。は素晴らしいです。素晴らしい。素晴らしい人ってはいことですか。はい、素晴らしい。 That's what you want to hear. Is there an inside joke there? 続い We'll see. て佐伯さん、自分の弱点飛ぶ虫。 Flying insects. はい。羽付きのやつってことですか。そうですね。飛ぶ系の虫。 Yeah, they're no fun. は苦手。多分みんな苦手だよね。だってミサは結構テントウムシとか掴んでるから大丈夫だよね。テントウムシとかダンゴムシとか大丈夫。大丈夫ですよね。ちっちゃいし。大丈夫。バッタとか。バッタ怖いですよね、ちょっとね。 No grasshoppers. でもすごい確かにすごい勢いで逃げますぽ。バッタそこにいるよってうわって言いますぽ。 Dragonflies are nice. 立ち去るっぽね、さいちゃん。そうですね。一回なんか野外フェスだっけ。野外フェスの時虫がいっぱいいるもんね、あれ。緑が多いとこだったんでバッタがすごい飛んでて、でもその道を通らないとステージに行けないって時だったんですけど、もうさいちゃんがこう固まってこなくて、でも時間がなかったんで、もうさいちゃん早く行くよっつっても無理、バッタが無理。めっちゃ怒って。そこまで。でも結局 I know they're there. したっけ？おんぶしてもらっはい。た。もうさいちゃんを運んでステージに行くっていう。すごい、そこまでダメなんだ。いや本当にすごい数だったの。そうすごい数こうやって見えてて、で後ろを歩いてたんでみんながだんだんこう騒ぎ出して走っていっちゃって「何何?」ってなったら「バッタいるから気をつけて」みたいな「もう行けないじゃん」ってなってそれであーちゃんに戻ってきてもらって Well, she was saved. だけどバッタってあれですもんね、草で Saved from the grasshoppers. 人間の足音とかでバーン。 Oh yeah. Boom. そうなんですよ。 Yep. 確かに、確かにバッタ苦手なのちょっと気持ちはわかる。なんか力強いですもんね、ちょっ Yeah, と。 they're tiny. あんなちっちゃいのに。 Tiny-ish. 存在感強い。そう。で、あと掴むとさ、力強いじゃないですか、バッタってこうなんか筋肉が。筋肉強いんですよ、バッタやっぱほら足もこんなになってんじゃないですか。キってなってる。すげえジャンプしてるから。お前が？じゃあ最後、うん小畑さん、自分の弱点は体のコリッポ。ああ、言ってましたよね。肩こり的なものが。肩だけじゃなくて腰もひどく腰て、ももう足もひどくて全部ひどいですと。 It's all that activity while performing. ガッチガチですと。岩みたい。痛いんです当たるとあ痛いらしいです。カチカチで？うんカチカチで。すごいな。で本当に辛い時にかなみちゃんに「ねちょっとさお願いだからちょっとだけ押して」って言って押してもらうと、かなみが「もうギター弾けない痛い」ってそんなに硬いの？岩みたいな。 They got to start bringing him masseuse on tour. 一時期あんちゃんにスティックでうん。こうやって。でちょっと練習でドラムの練習でもない。ちょうどよかった。さあ一石二鳥だわ。なるほど。それいい。叩くともっと硬くなるみたいな。良くないねってなってやめてもらいました。揉まないとダメだから。結局それでそのまあ治療法というか、そういうのは一応あるにはあるんです。そうですね、整骨院とかマッサージとか針とか一通り全部ちょこちょこ行ってるんですけど、追いつかないって言われます。なるほど、こっちの方がもう。もう More. そうなんですぽ。いや俺前にでもテレビで見た肩こりを和らげる体操みたいのがあって、それをやるようにしてからなんか本当に辛い時やったら割と楽になる。ちょっと教えてくださいよ。ね。ぜひぜひ。こうやって3本にして知らないぽ。でここにこうやって当てるんですよ。でこう三々になるんですよ。小指とサナさん、はい。でこう腕ここ90度にするんですよ。はい。
でちょっとはにかんではにかむ必要どこにありますなんか？か体の緊張がほぐれるみたいな。 I think he's just messing with him. いけるところまで。こっちに。はい。これ I don't know. 骨のあたりがすごい This looks like washing machines. 顔は動かさないで。動かさないでニヤーして。これ3の意味はどこにあるんですか？なんかこれが手の力が抜けやすい格好らしい。あ、これで。これやるとすごい。逆に凝ってきそうですけど。なんかちょっと疲れてきちゃう。いやまあまあちょっと辛い時やってみてください。そうだよやってね。みますもん。うん。なんかそういうさ Okay, なんかちょっとし okay. たなんかおばあちゃんの知恵袋みたいな健康の話いいですよね。そうですうんね。でもバンドメイド結構そういうの大好きで、うん常に情報交換してます確かにもん。もうあれが肩こりに効くとか、この湿布がいいとか、もうみんなで情報を回してますね。俺ぐらいの年代になると、結構老眼っていうか、 Sad but 特にパソコンとか true. 見えない。でそれのね必殺の速攻直しの方法があるんですよ。ただそれも持たないんですけど、それがねやるとですね、周りにいるとやばい技がある。 Okay. ぜひ皆さんもしやるとしたら一人でやってほしいんですけど、目玉をね8の字にねこうやってねこうやってこういうふうに8の字にこうやってそう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 こういうふうにやってでそれでパッとこうパソコン見ると見えるんですよ。だからもうメガネとかなくてどうしようもない時はそれやったりするみたいな。Okay. だってやり慣れ I don't know. I'm a little skeptical of that 急 one. にやって知らない人にやられるとやばいね。 Okay. All right. I think that'll do it for today. That was fun. I'm enjoying these a lot, actually. I like the format, even though it can't be real life. I mean, you don't just go to a cafe and be the only people in there and getting served and ask questions and conversations and all that. But I like the setup. I think it works well. It also works well to have some answers that were provided in advance for questions, for topics that might come up that you want to ask all 5 members about. It sounds like they've really got this thing down. I'm sure they do this with a lot of bands, I would imagine, right? Really fun, I thought. I do have questions. Of course, I have a little more knowledge now. You don't want to keep grasshoppers anywhere close to Psyche. I guess it's different if they're just all over the field and you're trying to get to the stage. But I still have questions about Kanami and arousal, and if that really is about the guitar, getting into the guitar character, or if it was a slip of something else. I don't know. What do I know? I know nothing from over here. But it was still pretty interesting just to hear their answers and to kind of do this type of promotion for a band. I don't really know of anything quite like this now in the United States. There's maybe cable access or something. I don't know. But I like the format, and maybe that would make for a good show here or a good way to interview people. But anyhow, why don't you folks give me your impressions of this, anything that you think you learned from these 2 segments. If there's anything you want to add, any details you think I missed, by all means, leave those below. If you have other suggestions for the future, leave those below. Of course, I'm going to do parts 3 and 4, and then we will evaluate if I need to do part 5. Maybe, maybe not. I'm not really sure. Maybe give your thoughts on that. And if you enjoyed this video, please give it a like. And if you enjoyed the presentation, please subscribe. All right, thanks so much for joining me today. I will catch you on the next one. Take care, folks.